はね、バック。バック。もう他の言い方をすると、ヤッチーチョン君。漢字で言うと、こっちの、こう書くときもあるし、こう書くときもある。ほとんど、読みとしては一緒です。ヤッチーチョン君。まあ、真ん中をつくわけ。で、縦弦だから日時になるわけ。日時。で、真ん中をつく。ヤッチーチョン君。ほんで、剣を発する。パック。これが、まあ、いわゆる基本好き。で、簡単に言うと、だ、一言で言い表すときもあります。だ、だとかね、パクだとか、もうだ。これ一言で基本つきますよっていう意味合い。で、これ、基本好きとして、剣をずっとついていきますよ。だから、ここに連環パック、輪腕パック。輪腕パック、こういうふうに読みますが、まあ、基本的ですね。まあ、少なくとも輪腕パックと3つっていうのは覚えてもらう。まあ、5時回ったらまたそれ実技の方に入りたいと思いますけど、まずね、パック、こう体の真ん中からね、左からいいかな。体が落ちて落ちる間のところに縦弦を置いて、でそこからまっすぐ伸びきるまで出します。で次構えるから肘のとこに次の剣を置いて、こういうとこでここまっすぐですね。これはまっすぐで、これは半円でもこうね、でまっすぐ半円でもまっすぐ突き出す。半円でも。まっすぐ突き出す。半円でも。まっすぐ。もう超スローで言うたらこうです。まっすぐ。半円でも。まっすぐ。半円でも。これを繰り返す。で、これ、イージー、キムヨンマ。で、肩を上げてやるんです。肩は上げずに。肩を上げると、こう、肩のところでつながりが途切れるからダメ。肩を下げる。これは太極拳でも何拳でも肩を上げたらあかんの。それは何拳でも一緒です。詠春拳も一緒。それは何でかいうとつながらんから。だって体で作るか足で作るか知らんけど、作り出した力を手の先に伝えるのも腕でしょ。ほんで肩が上がったらもうそれ作ったものがもう逃げていくから、ここに伝わらへんの。もうね、ドラゴンボールのね、飛行拳みたいなことでもできなきゃね、肩上げちゃダメなんです。あんなもう離れて相手倒せるようになるんやったら別に肩上がったって一緒なんですよ。そうはいかない。物理的に相手をね、威力を与えようとするなら肩を上げちゃダメ。肩は下げとか。で、まっすぐ。で、この時ちゃんと手首を曲げる。曲げずにこう。これダメ。これ手首ちゃんと相手の方を向ける。剣面はね、相手の方に向ける。ここでまっすぐ出して半円で伸びきって、まっすぐ出して半円で伸びきって、まっすぐ出して半円で伸びきって。全部中心のとこで腕は動いてる。まっすぐ出して半円で次の構えで
まっすぐやって反円で、これなんでここ曲げんの？曲げんでもええやん。いや、英春っていうのは最終的にばあちゃんという刀の技。普段刀こっち向けとこなあかん。相手に。刀持ったらね、こうナタみたいな刀ですけど、こうやって相手にこう、切っ先を向けずにね、構えてた。こう向ける。これは相手に向いてるの。こっちも向いたから。次打ったらこうです。こう。切っ先を向けとかないからこう曲がって。だからバーチャンドを最終的に使うときにということでこれは曲がってる。それ知らんやつはこうやってやるよ。伝統が分かってない。英春剣の技術は何たるかいうことは分かってないやつはそういうことするわけ。こうやって、こっちでも一緒です。一緒違う。刀を持った時でできないことに気づくよということ。こうね。ほんでこう早くするとこうね。こう。ポン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 。こんな感じ。これがやっていいと思う。これね、簡単なようにやってるけど、ちょっと簡単だよ。左右でやってることは違うの。みんなね、左右やってることが同じなんですよ。だから、こうだ。みんながやってるのは。こっちでやってることを逆でこうやってる。じゃあ、軌道が違うの。まっすぐだし、範囲。右と左でやってること違う。これができない。簡単なように思うけどできない。左右の脳みそを有機的に使わなければ英春剣はできない。みんなね、こっちとこっちが同じことしたらね、楽なんですよ。考えない。こういう、これはできる。これはできる。左右一緒だから。こんなばっかり。こうしてるか、こうしてるか。これはあんまり頭使わなくてもできる。でも、こっちはまっすぐ、こっちは半円いうのはちょっとできない。まあ、偉そうに言いましたけど、意外にここで苦労される方が多いです。で、実技入りましたらですね、そこら辺を中心に指導することになります。じゃあ、これで終わっていきましょうかね。まず、講義はね、皆さんもね、入られた時にどういう講義があるかっていうのはこんな感じだと理解してください。じゃあ終わります。ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願い申し上げます。大変励みになります。またご質問等はコメント欄にて残しておいてください。はい、ありがとうございました。